どうちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、朝の5時でございます。むちゃくちゃ久しぶりに釣りに行きたいなと思います。で、今日は船釣りじゃなくて、陸からお魚を狙っていきたいなと思います。テトラポットの隙間に仕掛けを垂らして穴釣りですね。穴釣りでカサゴ、メバル、ソイ、ここら辺を狙っていけたらなと思います。じゃあ行ってきます。はい、というわけで到着しました。めちゃくちゃ寒い、どうしよう、半端ねえわ。というわけで今日は穴釣り、ここです。このテトラポットのこういうね隙間に餌を入れてカサゴを釣り上げていくと。でも竿はねこんなんでいいんですよ。穴釣りはちっちゃいおもちゃみたいな竿なんですけど、小さい方がこうやって手返しがいいんで、これでいきます。餌はもう極力少なめ、ゴールドレストで買ってきました。餌を使い切って終わる釣りが一番気持ちいいんですよ。餌がなくなっちゃった場合、そういう時はこういうねガルプとかこういうワームでやっていきます。で、今日は穴釣りということでブラクリでもいいんですけど、僕はブラクリよりね昔からこのブラっていうちょっとヒラヒラってしたこういうの好きなんですよ。で、竿に糸を通していきつけると OK。 これでテトラポットの穴にちょこんと落としていきます。で、テトラポットで釣りする時は本当気をつけてくださいね。色が変わってるところには基本的には行っちゃダメ。滑って転んで大変なことになりますんでね。そしたらこの穴という穴にもう入れていく。もう意外とねこういうところにもいるんですよ。浅いんですけど割といたりする。で、ちょっと入れてこなかったらもう次の穴。ちょっと仕掛けブラクリにします。ブラだとヒラヒラヒラってしちゃってね、なかなか思い通りに穴が攻めれないんでね。来た釣れた。よっしゃー。お、この子はこれは何だろう、ムラソイちゃんかな。もうちいちゃいな。これは20センチないな。この子はキープはできない。でもさっきからねちょいちょい当たるのはこのサイズかな。上顎しっかりかかってますね。こういう場合はね針外してあげて、ありがとう。こんなんが一番釣れます。堤防頭、これにエビつけたらもう釣れるよ。ブラよりは引っかかりやすいんですけど、でもこっちの方が絶対食いは絶対こっち。ほんでやっぱり穴釣りとかこういう釣りするとちっちゃい魚をもう釣れてしまうんですね。で、基本的に明らかに20センチ以下のカサゴとかメバルはリリースします。でも飲み込んじゃったりすごい弱っちゃったりした場合は持ち帰って小さくても、食べます。釣りっていう針を使って魚と遊びをしている以上、魚を傷つけてしまうのでは変わりないのでね。ちっちゃいのが釣れてしまって弱っちゃって海に放って死んじゃうぐらいだったら骨の髄まで食べてあげる。それが魚に対する一番の敬意だと思いますんでね。ちっちゃいのが釣れたら基本的に逃がしますけど、飲み込んじゃった場合は持ち帰って美味しくいただきます。おー、元気がいい。よいしょ、どいつにしようかな。このぐらいがいいね。で、これ頭にかけちゃうとエビ死んじゃいますんで、僕はね尻尾ちょんがけちょんとこういう感じ。白波立ってるとここら辺にそうだな。釣れるんですけど本当にちっちゃい。全部10センチ12センチぐらいのものしか釣れないので、ちょっと場所変えます。ちょっと場所変えるといってもですね、おかっぱりからだとこれきついんじゃねえのかという判断になりまして、小舟に乗って湾内を狙っていきます。やっぱり船が一番釣れる。行きましょう。ワームでいきます。これで底トントン。これはしっかりフックした。来た。カサゴが来ました。よし、これはいける。カサゴ20は余裕でありますね。いいサイズ、持ち帰ります。ありがとうございます。ボトムついたらちょんと、あ、やべ、かかっちゃった。かかったんじゃない？これ魚か？魚だ。根がかりかと思ったらもうすぐカサゴ。君は持ち帰り。もうギリギリスレスレ。お、これいいんじゃない？これサイズいいね。これいいサイズだわ。がっつり食っちゃってる。ほら、上顎にしっかりかかって楽しい。よいしょっと。ただいまということで本日の食材がこちら。じゃん。釣れたてのカサゴちゃんっていうことでね、いや急遽ボートに変えて釣りに行きましたけど正解でしたね。
結構このぐらいのサイズだったらパンパン釣れますね。まだ生きてます。で釣りする人だったらすげえ分かってくれると思うんですけど、船釣りして潮風に当たるとむちゃくちゃ疲れるんですよね。なので一度これ閉めて、エラと内臓だけ取り出しちゃって明日食べますわ。じゃあまず閉めていきましょうか。まずエラを開いてバスッと閉めます。ここですね。これ簡単に閉まりました。で閉まったらエラをこの段階で抜いちゃいます。包丁でクリンと回します。そしたらこうやって内臓もピュッと出てくるんで、この状態で OK ですね。で真水で洗って閉めて、いや釣れた時はね割と大きいなと思うんですけど、釣ってまな板の上乗せると小さく感じるんだよな。これもね釣り人あるあるですよね。釣れた時はエラがカーッと開いてるんでね、まだ大きく見えるんですよね。エラの隙間から閉めて、でエラの間に包丁を通します。こうですね。こう通したらグリグリグリっとこんな感じですね。この胃袋、これを確実に取ってあげる。なんでかというと胃袋の中に餌が入ってますので、胃袋の入ったまま冷蔵庫で保管すると胃袋の中の魚の腐った匂いが身に移っちゃいますんでね。釣ってきたらちょっと体は疲れとるかもしれんけど、この状態までできたらもう最高、理想ですね。あとこの腸も取った方がいいですね。とにかく内臓は極力出した方がいい。はい、こんな感じ。そしたらこちら水気を取って冷蔵庫で寝かします。そしたら1日後に移動。はい、それでは何日か経過しました。こちらです。キンキンに冷やしてあるんで鮮度は抜群です。まだお刺身でもいけます。というわけで今日はですね、僕がカサゴを釣ってきた時に食べる食べ方をやっていきたいなと思います。お刺身と味噌汁。カサゴはね、僕これが好き。煮付けもいいんですけどね、無駄なく食べる食べ方としては刺身味噌汁がいいと思います。じゃあまだ鱗がついてますので鱗を取っていきましょう。ちょっと表面がカピってますんで水をかけて鱗をふやかします。そしたらまな板をセットして、そしたら鱗を取っていきます。カサゴの鱗はね細かいんですよ。しっかり落としていきます。ガリ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 と。でこういう小魚はこういう目の粗い鱗かきがおすすめですね。こういうのがない場合は包丁とかでもいいと思います。とにかくしっかり取ってあげること。こんな感じですね。どんどん取っていきましょう。はい、ではこのように鱗が取れました。そしたらこちらを3枚におろしていきます。でこういうちっちゃい小魚は3枚におろすのむちゃくちゃ難しいイメージありますよね。特にカサゴとかメバルとかこういうロックフィッシュの3枚おろしって結構難易度が高いと思われがちなんですけど、実はねポイントさえ押さえればすごく簡単におろすことできます。なんで今日はそちらをゆっくり丁寧に解説していきたいなと思いますので、皆さんもぜひカサゴとかメバルとか釣れた際はやってみてください。ではいきます。用意するものはハサミと包丁、小さめの包丁がいいですね。ペティナイフとかね、そういうものがいいと思います。そしたらまずこの背びれ、この背びれを取っちゃいましょう。これ取った方がね安全です。背びれをハサミでチョキチョキチョキと切っちゃいます。で胸びれとかも落としちゃった方がいいですね。もうヒレというヒレは落とした方がさばきやすいです。尻びれも、このカサゴはね尻びれ結構鋭いので尻びれ切っちゃった方が安心。でも尻尾も切っちゃいましょう。もうこの状態、これにしちゃいましょう。そしたらカマの下から頭を落とします。はい、こういう感じですね。頭と身だけになりました。そしたらこの状態になったら普通の3枚おろしの要領でまず下に1本、でもここで止めちゃいます。でこっち向けて背中も一緒。もうトゲがないので安全ですのでね、こっちも同じように中骨まで入れちゃってください。こっちにもこっちにも包丁が入った状態ですね。そしたら反転させてこっち側も同じようにいきます。こっちに1本反転させて背中にも1本入れます。はい、こういう形になりました。そうしたらあとつながっているところってこの腹骨のここだけなんですよ。なのでここをハサミで切っちゃう。無理に包丁でいこうとすると失敗する確率が上がっちゃいますので、ここはもうあとはハサミでチョキチョキと、きれいに洗ったハサミでチョキチョキチョキと切っていくと、はい、簡単にね3枚おろしできます。でちょっと中骨の決まりが浅いとちょっとこうやってね身がえぐれちゃいますけど、でもそれは大丈夫です。なぜならこの骨は味噌汁にするからです。
失敗を恐れないでください。でお腹のとこ切れちゃって尻尾の方くっついてる場合はここだけ包丁でやってもいいですね。こういう感じで、はい、こんな感じでね、ものすごい簡単に3枚におろすことできます。このやり方だったら。身、骨、頭になりました。そしたら身はちょっとここに置いといて、頭ですね、頭は割ってしまいましょう。割る場合はペティとかだときついので、ちょっと大きめの包丁に持ち替えます。で割る時なんですけど、まだカマがくっついてますんで、まずカマをこうやって落としちゃいます。こういうですね、パカッと開きました。そしたらこういう感じで頭は割っちゃいます。頭と骨ですね、こういう状態にします。ちょっと身がね弱いな。刺身じゃなくてちょっと昆布で締めますね。何日か寝かしたんでね、何日とは言いませんけども、もう一回いきますよ。ヒレをチョキ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 と。でこのヒレ切る理由は安全におろせるっていうのと、あと味噌汁にした時にこうヒレってね出汁が出ないんですよね。むしろ臭みが出ちゃいますので、これ切っちゃった方がいいと思いますよ。で僕さっきペティでやりましたけど、慣れた方はこういう大きい包丁でもいいと思います。落として、で頭はこう割って、カマ落として反転させたら頭を割ると。完璧にこう2つにしなくてもこう開く、これでもいいと思います。こういう形でも。もう一度いきますね。この状態になったら下に1本、できるだけ中骨までしっかり決める。でこっち側めくってギリギリを攻めて、こっちも真ん中までいきます。でこの状態になったらここで剥がさないで反転させて、こっち側も同じように切れ込みを入れていきます。こっち入れて、でこの時にちょっとね指をこっちにずらしつつ包丁を入れていくと、こう開きながら包丁が決めれますんで、うまくいきやすいですね。はい、この状態になったらあとは腹骨がくっついてるだけなので、ここですね、ここをチョキンと切る。ほら、そうするとピロッと剥がれます。これハサミを使ってあげるとすごいミスが少ないし簡単なんですよね。チョキンとチョキチョキチョキと。はい、こんな感じですね。そしたらこれ全部やっていきます。で慣れてきた上級者の方はこういう風にさばくと早いと思います。こう下に入れて、でここでもう腹骨切っちゃいます。で腹骨切ったらビロビロビロとそのまま一頭でいきます。でこっち側取れました。そしたら反転させて、こっち側も尻尾から入れて、ここで腹骨切っちゃいます。そしたらそのままビロビロビロっと。これね、なんだっけ、一頭おろしっていうんだっけな。このやり方だとものすごい早い。はい、ではこのようにさばき終わりました。こっちが身、こっちが頭と骨ですね。頭と骨はこれ全部味噌汁にします。じゃあまずお味噌汁の処理は後からにして、最初はお刺身作っていきましょうか。そしたらここに腹骨がついてますんで、腹骨をすいちゃいます。でこの腹骨もお味噌汁に入れてもいいんですけど、さすがに小さいし、これお味噌汁の中でこの骨がバラバラになっちゃうんですよね。なんで僕は腹骨はお味噌汁には入れません。もうちょっと大きければいいんですけどね、出汁は出ると思うんですけど、もしどうしても入れたい場合はお茶パックかなんかにまとめて入れて出汁を取るといいと思います。でこの状態になりましたら皮を引いちゃいます。でカサゴの皮は結構硬いのでものすごく簡単に皮引けます。もう思い切っちゃってください。はい、こういう形になりました。これで中骨がね、ここにちょこっとだけ入ってるんですよ。ここに、このぐらいのサイズだったら気にならないんですけど、根魚なんでちょっと骨は強めです。なので、ここら辺でねバスッと気になる方は切っちゃっていいと思います。ここまでがっつり取ればもう骨は気になりません。こっから下、ここ尻尾のところには入ってませんのでね。でこのカサゴ小さいので、このぐらいの大きさだったらもういらんことせずにこれで一切れでいいと思います。1枚漬けで。もう一回いきますよ。腹骨をすくう、腹骨すくタイミングでここ血合い骨ありますんで、こう落としちゃってもいいですね。思い切っちゃってね。で皮を引いていく、こういう感じ。そうですね、もうこの段階で切っちゃった方がいいわ。腹骨引いて、ここね血合い骨ありますんで、血合い骨のところをザクッと落とす。で皮を引くと。で僕はカサゴは炙りの刺身より皮引いちゃった方が好きですね。好みだと思うんですけど、皮付きの炙りのコリコリっとした感じもいいと思うんですけど、僕は皮引いちゃう派ですね。
で今日釣った場所がちょっとね、そんなむちゃくちゃ綺麗な場所ではないので、そういうところのカサゴって皮が結構匂ったりする場合があるんですよ。なので皮は今日は使いません。皮も湯引きとかすると美味しいんですけどね。こういう感じでどんどんやっていきます。そしたらこの状態になりましたら塩水で洗っていきます。ここが大事。いくら鱗を取って皮を引いたとしてもカサゴの鱗はきめ細かいので、鱗がねちょっと残っちゃったりしてるんですよね。ここちょっと1枚2枚ちょっとねどうしても残っちゃうんですよ。そういった鱗を洗い流すっていうのと、ぬめりもついちゃってる場合がありますんで、そのぬめりを最終的に落とすと。でそれと塩水で洗うことによって浸透圧でこのカサゴの身の中の臭い水だけが塩水の方に向かって出てってくれますのでね、一石三鳥でございます。真水でやっちゃうとブヨブヨになっちゃうんでね、必ず食塩水で洗ってください。で30秒ぐらいこうやってもみ洗いしてください。きれいに洗っていきます。で表面がぬるぬるっとしてきたら OK ですね。そしたらペーパーに移して水気をしっかりと切っていきます。うわうまそう。よし、水気が取れました。そしたら昆布を軽く湿らせます。でこうやって洗ったら少し置いておきます。そしたら若干昆布がふやけてきたところで水気を取ります。あんまりふやかしすぎてもね綺麗に締まらないので、ちょっとふにゃふにゃってなったぐらいがいいと思います。で日本酒をちょっとかけて昆布にぬりぬりと、そしたらここに並べていきます。できるだけ重ならないように。ぴったりだ。ちょうどこんな気持ちいいことない。でその上から昆布をかぶすと。そうすると昆布がまだ乾燥してるんですよ。なので水が吸いたいって状態なんですよ。その吸いたいってなってる時にカサゴが入ってくるんで、カサゴの水気を昆布が吸い取ります。で昆布の旨味がカサゴに入ります。交換するんですよね。でもあんまりやりすぎちゃうと昆布がカサゴの水分を吸いすぎちゃって干物みたいになっちゃうし、もう昆布の味が入りすぎちゃって昆布味みたいになっちゃいますんで、本当に僕はねこの感じだったら1時間ぐらいでやめます。ちょっと昆布の風味がつくぐらいで OK だと思います。そしたらラップしてちょっと冷蔵庫入れておきましょうか。そしたらこちらのアラですね、こちら処理していきます。このまま味噌汁にボチョンと入れちゃうと頭の表面のぬめりとか細かい鱗とか裏っ側にあるこの血とか内臓の残りとかある場合がありますので、これに一度熱湯をザーッとかけてきれいに流水でこうぬめりとか鱗とかを落としていきます。シンプルな料理ほど手間をかけるだけうまくなりますからね。これ骨やなんかはヒレとか切ってありますんで、特に熱湯をかけなくてもいいかなと思います。ちょっとだけ塩を打っときます。軽くねパラパラっと。でこういう血合いとかついてる場合はこれ取っちゃってくださいね。この状態だったら大丈夫でしょう。そしたら熱湯をさーっとかけていきます。さっと。そしたら反対めくって反対にもかけていきます。内側ですね。はい OK。 そしたら氷水に入れてこういうブラシやなんかでゴシゴシと軽くこすってあげます。そうするとね分かりますか、だんだん白くなりますよね。鱗が結構ついてるんですよ。これ頭にもこういうのを取って内側ですね、内側の内臓の残りとか血合いの残りもきれいに取ります。こういうブラシがない場合はね新品の歯ブラシとか使い捨て歯ブラシとかでもいいと思いますんでね。このひと手間がマジで大事なんですよ。で一回湯引きしてあるんで取りきれてない鱗も逆立って取りやすくなってますんで、ここで最終仕上げをしていきます。はい、洗い終わりました。こんだけ汚れますからね。そしたら骨の方もいい感じに水分が出てきましたので、この水分は取っちゃいます。この水分は結構臭いのでね。はい、これで処理の完成ですね。そしたらお味噌汁作っていきます。お鍋に水を張ってあります。でそこに僕はね昆布だしを入れます。かつおだしは入れちゃうとカサゴのだしと喧嘩しちゃうんで昆布顆粒でいいと思います。で火にかけてで溶かしていきます。はい、そしたら沸騰してきましたらそこにカサゴちゃんを入れていきます。もう油がねキラキラと浮いてきましたね。この油ですよ。で煮込んでいくとどうしてもアクが出てきますので最初の方に出る大きめのアクは取っていきます。でもさすがにあんだけ処理するとアクも少ない。
ほら一発目でこんだけですもんね。一発目のアクだけ取って、こんなもんでいいでしょう。うわ、うまそう。これ超濃厚スープ。ちょっと飲んでみよう。うまい。でカサゴに火が入ったら火を止めて味噌を溶かしていきます。今日はミックス味噌でいきます。うまっ。最高の出来上がりで、ここでお好みでネギとか散らしてもいいと思います。今日は僕はあえてカサゴオンリーでいきたいと思います。そしたらこちらをよそって、はい、カサゴのお味噌汁の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。味噌汁と刺身、もう完璧ですね。そしたら昆布締めを見ていきましょうか。いい感じに締まってるかな。いい感じですね。ちょっとこう水分が抜けてる感じ分かりますか。この感じです。この昆布にベターっとくっついてる感じ。これ以上やっちゃうと本当ね、干物みたいになっちゃうんですよね。そしたらじゃあお醤油をちょっと入れて、ちっちゃいカサゴ6匹分ですけど、丁寧にきれいにさばいてあげるとこんなにたくさん取れるんですよ、本当に。じゃあちょっとお醤油につけてプリプリのカサゴの身をいただきます。むちゃくちゃうまいよ。釣った場所の映像を見ると、わ、こんなとこでって思うかもしれませんけど、ちゃんと処理してあるから全然臭くない。うまい。これ昆布締めが正解だったな。うまい。釣れたてのその日のやつだったら普通の刺身でもよかったと思うんですけどね、やっぱり1日2日経った魚は昆布で締めるのがいいな。次はこちらお味噌汁。この油がキラッキラキラッキラしてますね。いただきます。うわー、うめえ。むちゃくちゃうまい。最高。昆布だしと相乗効果でまたうまみがねぐーんと上がってますね。これご飯にぶっかけてガーってかき込みたいな。マジでやばい。これ骨の一本一本から出汁が出てますからね。で全然臭くないんですわ。本当に飲んでほしいぐらいびっくりしますよ。はい、ということで今日はこちらの釣れたてだったカサゴの昆布締めとお味噌汁ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀のやつこちらです。ちょっと今日は泡が多いか。いや、そんなことないな。このままいけば、ちょっと泡が多いな。はい、こちら6対4ってとこですね。いただきます。うめえ。で自分で釣った魚ってやっぱ補正が入るね。3割増しでうまい。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は釣りに行って自分で釣ったカサゴを使って昆布締めとお味噌汁作ってみましたけども、うまかった。冬の釣りは寒いんですけど、カラッとしたこの身に染みる寒さの中で波音を聞きながら竿を垂らすっていうね、あれもね好きなんですよね。でカサゴって本当に全国どこでもいると思います。なかなかサイズを出そうと思うと難しいと思うんですけど、穴釣りって人気なんで、だいたい皆さんカサゴ釣ったら煮付けとか、あとそのままドボンとお味噌汁にする方多いと思うんですけど、あえてちっちゃいカサゴも丁寧に仕込んであげると、あんなちっちゃなカサゴ6匹でもぐらいの量のお刺身と美味しいお味噌汁は作れますので、ぜひこれは皆さんやってみてください。釣り人の皆さんには特にやってもらいたい。びっくりします。カサゴって頭と骨だけでこんなにいい出汁が出るんだってびっくりすると思いますよ。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。